こんにちは、太郎です。今日は友達のゆうすけさんとご覧の通りコリアンスパに来てますということでLA でサ活の模様をお届けします。今回僕たちはウィースパに来ました。ウィースパとはコリアタウンにある韓国式サウナ施設で、コリアタウンにはいくつかこういった施設があるんですが、その中でも一番大きくて有名な施設だと思います。大きなビルの1階が大浴場となっており、ビルの上に上がるとソルトサウナやクレイサウナなど様々なサウナがあります。サウナの他にも広々とした休憩所や食堂、ジムまであります。料金は30ドル。24時間営業なので、一日中過ごすことができる LA で人気の施設となっています。はい、ということで、ゆうすけさんです。そうなんですよ。2回目です。2回目です。前回の動画覚えてます。あれ11月頃でしたよ。そうそうそう。あれ10回ぐらい見た。すいません。10回も見ていただいて。そうそうそう。これ撮影が今日何日だ？今日2月10日か。もう2月か。2月ですよ。もう。だってあれ11月だった。11月だってクリスマスじゃないよ。ハロウィンの後に行って帰ってきたってだから。ね。そうそうそう。この間いろいろあったんですよ。だから本当はすぐに戻せたかったんですけど、いろいろあって。そうなんですよ。もう本当に忘れた頃になって。すいません。もう今日も見てきたから。あ、本当ですか？めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。すいません。意外と面白いな。あ、よかったよかった。そうそうそう。ちゃんと会話してたね。いや、でおしゃべりが上手だからですよ。いやいやいや。本当に本当に。すごい思い出した。そうそうそう。自分のことのように思い自分も編集者だから昨日のことのように言ってたけど。じゃあ最近どうですか？いろいろありましたね。そうなんですよ。そうだからそれを聞きたくて今日はここビースパに来ました。いやまあ動画にするかどうか別でした。何があったんですか？とりあえず何があったんですか？何から話す？聞いて。質問？あ、そっかそっか。だから彼氏さんとどうなったんですか？だから。そう、お別れして。なんで？まあでも多分溜まってたんだと思う。お互い小さいことと言っていいのかわかんないけど。まあいきなりだったけどね、本当にこのタイミングかと多分ぐらい思ったけど。本当ですか？終わり方が急だったけど。だってクリスマスも過ごしましたよね。年末年始も過ごしたし、お互いまず距離で。あ、はいはい、まあそうですよね。距離は4時間の車で2時間もかかってるから、それはやっぱお互いストレスに感じた。まあそうですよ。プラスやっぱそのコミュニケーションの違い。僕はやっぱりすごい話すタイプ。コミュニケーションを大事にする。もちろん俺も別にコミュニケーション大事にしてないって言うんじゃないけど、俺すごい電話が嫌いでね。電話がすごい苦手なタイプで、すごいストレスを感じちゃうタイプなんですよ。あ、そうなんだ。そう。で、コミュニケーションのアプローチの仕方が違う。それはなんかツールで言えばテキスト話、向こうは電話で話すっていうタイプ。そういうなんか食い違いも、やっぱこの1年半前でちょっとずつ変わっていってって感じかな。あ、そっか。だから今まで話してて、その彼氏さんとのなんか思い出とかっていうのを、そのインスタで載せたいとか、それを通じて見ててすごい幸せそうだったから、突然なんか別れたみたいなこと言われて、自分めっちゃびっくりして、どういうことですかって。みんなっていうか、まあ知ってる人はびっくりしたよね。そうですよ。
突然終わったと思って、実際突然終わったんだけど、そう。でも遅かれ早かれっていう感じだったと思うんだよね。今だけだけど。そっか。まあ残念ではあるけど、嫌いになったわけじゃないし、あるよね。なんかそういうなんだろう、まあ、カップルとしてはちょっと難しい。そっか、まあ、そっから早かれだったら、まあしょうがないか。じゃあ今シングル満喫してる感じですか？じゃまあそうね、満喫って別に早くすぐ他の人にっていうわけじゃないけど、もともと一人が好きだからさ、一人で時間を潰すのは別に苦じゃないし、そういう意味ではなんだろうな、もちろんなんか寂しいというよりはこう手持ち無沙汰にはなる、まあそうですよね。やることなくなったから会う予定もなくなっちゃったし、毎日テキストしてたからそれもなくなったし、なんかそういうのがいきなりなくなったから寂しいのはあるけど、まあでも別に一人でいること自体は全然苦じゃないし、そっか、むしろ好きだから、そういう意味では全然大丈夫。そっか。まあ、びっくりしたな、あれ見たとき。びっくりするよ。びっくりしますよ。びっくりするよ。他の数少ない俺らのことを知ってる人。何したんですかみたいなさ。やっぱ来たんだ。ざわざわした。それはするよね。いきなり終わったと思うよね。そう。こんななんか予兆みたいなのがなかったから、どういうことですかみたいな。いきなり感は本人たちもあったけど、周りとしてはもっとだ。このアメリカ人と付き合ったのって今までいますか？彼の前。いる。付き合った。でもなんだろう、なんつうのかな。なんか付き合う付き合わないって結構さ、境界線が微妙だったりするじゃん。しない？特にこっちのアメリカというかこの欧米カルチャー。なんかそういう話は聞きますよね。そう思わないでも。自分の場合は全部というか、まあ今まで4人ぐらいか付き合ったんですけど、じゃあ付き合いましょうかって言ってスタートしたんで、割ときっちりでしたよ。なんかそんななんか流れでなんかもう彼氏彼女だよねみたいな、そういうのはなかったです。逆になんかちょっとレアなタイプじゃないですか。そうなんですかね。わかんない。どうなんだろう。じゃあその近の彼氏さんとはどんな感じだったんですか？ちゃんと告白したの。だからはっきりしてた。はい。ちゃんと付き合ってた。じゃあその前の人はじゃあなんかその前の人たちはなんか自然とこう毎週会うとかさ、関係になってて、例えば別にその付き合わないみたいな話は知ってないし、そうなんだ。っていう人が一番多かった。そうなんだ。から、それを付き合うというふうに含めるのであれば、アメリカ人は今回は初めてじゃないし、デーティングって言うんでしょうか。デーティングは傍から見れば付き合ってるようには見えるみたいな感じじゃない？本人たちもある程度付き合ってるみたいなイメージというか感覚はあったとは思うけどね。それはね、なんか毎週会うとかさ、そういうことじゃん。今思うとそうだね、付き合ってただろうなっていう人は何人かいる。何人かいるんだ。まあそうですよね。そう。でもいろいろあったんですよね。この間、そうやって自分別れたんですよ、実は。てってれーこれがしたかった。
本当別ひれたんですよ。どくない動画のネタのために嘘つく。いやいや、嘘はついて、嘘はついてないですよ。だって何も言ってないじゃないですか。だっ何てが何が何も言ってない。どういうこと付き合ってるとは言ってないじゃないですか。だって。どういうこと関係が続いてるとは言ってなかったじゃないですか、今まで。嘘はついてないですよ。そうだけどさ、付き合ってたでしょ付き合ってるでしょいや、付き合ってたんですよ。本当に別れたの本当に分かりました。え本当ですよ。リアルドッキリだ本当に分かりました。いつ新年迎える前です。それこそ、自分らの記念日が1月2日だったんですけど、その前に別れました。本当に本当に。今だに信じられない。ちょっと脳が混乱してる。あ、そうなんですか？ドッキリかと思った、本当に。そうなんですよ。本当にはい、本当に別れました。なんか俺の周りでさ、すごい別れてる人多いな。同じぐらいの時期に。本当ですか？年末年始あたり、マジですか？自分も含め。すすごい。なんか仲良くしてた友達。本当ですか？俺も別れたのすごい。マジですか？なんかすごい、何なんだろうね。すごい俺の周り。類は友を呼ぶじゃないですか。本当ですか？たまたまだけど。たまたまだけど、そうなんです。たまたまなんです。でも、自分もそんななんか、向こうからしてみたら別れるつもりはなかったんだと思います。自分から言ったんだ。自分から言いました。自分から振りました。それはまた何が価値観の違いです。大きなことを言えば。本当にざっくりなことなんですけど、結局価値観の違いかな。どの部分の価値観？例えば、彼は夜型なんです。自分昼型だったり。昼型？なんか朝型とかやるけど昼型？昼型なんかなんかこう日が上がってる時に活動をしたい派。例えば朝早いもんね。しかもね。朝型だよね。朝型になったって感じですけどね、自分の中で。でもそれでもなんかハイキング行ったりだとか、例えば別にハイキングじゃなくても、例えばなんかその美術館行ったりだとか、そういうことをしたい人です。でも彼は逆で、この夜型だからクラブに行ったりとか、逆になんかそういう昼間にあんまり活動したくないみたいな感じで、あんまり積極的じゃなかったっていうのがあったんですよ。そういうところもあったりとか、あとはなんだろうな、やっぱ物の考え方だったりだとかね。なんですよね。でもどれぐらい付き合ってた？もうだからもう3年目になる前です。そうだよね。そう3年になる前。そうなんだ。でもなんでそのアニバーサリーを迎える前に別れようと思ったの？そのタイミングはなんか意図があったの？だからお互いに話し合ってなんかこうお互いの思いみたいなのをよりなんかなんかこのすり合わせることができたんじゃないかみたいなことを言ったんですけど、言われたけど、いやもう自分の気持ちは変わらないしみたいな感じで言って、だからその1年だから3年目のアニバーサリーの時に迎える前にダラダラした気持ちをだからずるずるしたくなかったから3年なんかアニバーサリー迎える前にもうきっぱり別れようって決めたんです。そんな感じでしたから今自分シングルです。だからスパに誘ったんですよ。彼と付き合ってたら絶対スパになんか来ないです。あ、そういうこと？やっぱ付き合うとやっぱ自然的に彼と過ごす時間になっちゃうじゃないですか。自分と一緒に住んでるなら別ですけど、住んでないとやっぱり自然的にやっぱりそういう時間が作れなくなるというか。しかも俺はやっぱり遠かったから、移動もさ、高いし、下手したら泊まりだし。そう。だからそういう意味で、なんかやっぱ自分も別になんか付き合いたくないわけではないけど、自分の時間がすごい大事な人なんですよ。だから自分の時間を大切にしつつやってると、だからこう相手に何か
自分のために、2人だったらだからなおさらなんか2人で何か特別な時間をなんか過ごしたいっていうのがあって、で、やっぱ自分の好きなことを共有したいじゃないですか。だから自分だったらその、さっき言ったみたいにハイキング行ったりとか、美術館行ったりとか、音楽鑑賞だったりとかをやりたいけど、なかなかそういうのになんかこう、なんか腰が重かったりだとか、逆に彼からそういうアクションがなかったから、もうそういうの不満もあって、なんか違うかもしれないみたいな。それって辛いよね。辛いですよ。そうそうそう。結局やっぱ長い付き合いってなると、長い目で見るとさ、無理だよね。そうそう、無理。結局は。そう、無理なんですよ。なんか浮気された、そう、浮気されたとかそういうのじゃないからまたいいんですけど、だからそれはすぐしょうがないことじゃないですか。そうそう。それはそれでって話だよね。そう、そこの価値観が合わないと、特にもう多分結婚とかそういう長いスパンも、本当にそうっていうなると、折り合いがつけないですよね、どっかで。どっかで折り合いつけなきゃいけないとこつけられなくなっちゃうから、そう。だから、だって俺だってさ、やっぱ距離があったからさ、それこそ将来的には一緒に住むみたいな話ももちろん知ってたろうよ。知ってますよね。だけどさ、俺この人と一緒に絶対住めないなって思うことがやっぱいくつかあってさ。そうだったんですか？ある。なんつうの？やっぱそうなんですよ。それなんです。だからもう一人で生きていけるように頑張る。感じで言ってくれたらね、あっち